やっほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回は、ナイス HCK が投入した、中堅価格帯のインナーイヤー型新モデル、ナイス HCK-B80 を紹介していこう。ナイス HCK にはいくつかのインナーイヤーイヤホンのブランドラインがあって、B シリーズは、最安モデルよりは高め、そして、初代以降は、独自の振動板を採用するなど、他のシリーズよりも挑戦的なモデルが多い印象。インナーイヤー型は低価格で割りケーブルを実装しないことが多く、今回の B80 でも、同様にリケーブルは採用されていない。ただ、ケーブル自体が取り回しやすいのと、今回は、標準で 4.4mm プラグバージョンが用意されていることから、マニア向けとしての意識もしっかり確保されているようだ。このモデルの一つ前の、B70 も個人的にはお気に入りで、高質なサウンドが魅力のイヤホンだった。B70 ではカーボン系の素材が使用され、振動板がより反応が良くなっていたんだけど、今回は振動板素材が変更されている。また、ケーブルも変更されており、B70 よりしっかりと太いものが使用され、振動板、ケーブルの両面でアップグレードが図られているぞ。採用されているケーブルは、無酸素銅と、同じく銀メッキを施した無酸素銅を組み合わせた、オーソドックスかつ、高音域と低音域の量感を高める仕様。くっきりと音が出て欲しく、また量感もそのまま欲しい、という人向けの選択になっている。より優しめの音がこなせるイヤホンが欲しい人は、同じナイス HCK の EB2S シリーズを検討してみてくれ。なお、EB2S には、銀メッキケーブルを使用したバージョンと、通常の導線のみのバージョンがあるので、導線のみの、優しめの音色が好きな人にも対応可能だ。HCK のインナーイヤーは、近年では、LCP、また、先ほども言った通り、この B80 の先代の B70 が、カーボン系の振動板を採用していたりと、様々な種類の振動板が採用されているんだけど、今回紹介する、B80 では、HCK で採用例のない、最近一気に流行り始めた振動板である、トポロジー振動板を採用している。なお、単純にトポロジーな感じではなくて、Amazon での詳細を確認する限り、PU ポリウレタン、トポロジー、そして、生物振動板、の表記がある。生物振動板、とは、バイオセルロースのような、生体由来の素材を使用している、というわけではなくて、ポリウレタン振動板に、生体工学的な要素を取り込んだ形状の振動板に、トポロジー、ナノ粒子コーティングの一種を施したもの、ということみたい。早い話今回も要素山盛りってわけよ。ハウジングの方は、B シリーズでよく使用されているプラスチックハウジングだけど、単純に真っ黒、というわけではなくて、よくよく見ると、全体に細かな粒子のラメが含まれていることがわかる。のっぺりとしておらず、ちょっと凝ったモデルだよ、と主張してくれるのがちょっと楽しい。ケーブルと組み合わせたタッチノイズなどの抑制力は、この手の開放型だったら安心して良いだろう。ただし、ケーブルが跳ねた時に、根本の固定が完璧ではないようで、ザラザラゴシゴシ、というタッチノイズが聞こえる。スポーツ向けのイヤホンをこのマニアックな商品にすることはなかなかなさそうだけど、ランニング向きでないことは覚えておこう。そんなわけで、B80 は 4.4mm バランスも選択できる、この手のちょっとマニアックな中華イヤホン好きにしっくりくる構成になっている。装着感も決して悪くない。そのまま楽しむことができるぞ。音色について見ていこうか。PU プラスバイオロジートポロジー、という、割と欲張り要素な感じのドライバなんだけど、音色の方は意外とスッキリ、抜けが強めで、聞き取りやすく、割とはっきりした印象を受ける。最近、IXION という SF コロニー運営シミュレーションの音楽が、壮大なスペース SF フィクションという感じでよく聴いているんだけど、その楽曲の、人工的な低音のボリュームは、十分出ているけれど、ここがメインではないという印象。最近は、密閉型に慣れた耳の人が多いので、インナーイヤーも自然と、高音域の表現はもちろん、低音域の重みにも重心を置いているモデルが結構出てきているけれど、B80 は、高音の刺さるような印象、という、前世紀のインナーイヤーの、軽い音作りとまではいかないものの、中音域と中高音域が主役になる、割かしさっぱりしたイヤホンだ。樹脂ハウジングを採用しているから、完全に感触傾向に進むわけではなく、余韻がある程度ある印象なんだけど、主役は中高音域くらいのイメージだった。空間は、言うまでもない、特に、低音域を重視して、構造的にブーストをかけていないだけあって、素直で、広がるような空間表現だ。ドライバ自体が近く、また、反射する壁も近いものの、天井は抜けているような、空間の広がりを感じることができる。一部の音が硬質に突き抜けたり、全体がソリッドに仕上がる、というよりは、ドライバ自体は結構ガリガリになってるんだけど、全体は程よく混じるくらいの印象かな？全体に抜けが良くてお上品な感じになっているけれど、一部の音はちょっと硬質に感じる。実際にポップスを聞くと、それほどボーカルが浮き上がる感じではなく、全体にスッキリとなっている印象。ただし、くっ
きりくっきりしすぎていないので、あまり硬質なインナーイヤーが得意ではない、という人におすすめだ。一方で、暖色で、涼感のあるサウンドを求めている場合は、こちらではなく、同じナイス HCK の EB2S がおすすめだな。ドライバも LCP で、ドライバ本体ではなく、金属製のハウジングで鋭さを補強するようなデザインとなっていて、両者はドライバとハウジングの役割が対極のデザインになっているのが面白い。もし、よりソリッドな音が欲しいのなら、金属製のモデルを求めるのが良いだろう。B80 には、シャープで、開放感もあるけれど、ハウジングの響きが、最後の一線を越えないように調整をしている印象だった。というわけで、B80 は、この価格帯で、新しいドライバにチャレンジし、樹脂製のハウジングによってブレーキをかけているようなイヤホン、という印象だ。インナーイヤーが新しい開放感にも恵まれているものの、樹脂ハウジングならではの、残響が返ってくる感じの影響もあって、ただただひたすら広い、という印象は受けなかった。この、キレと樹脂ハウジングの関係性を、好意的に受け取れるか、それとも、金属ハウジングでこの音聞きたいなぁ、と思うかで、評価が分かれそうな気がする。ざっくり言うと、開放度を増して、樹脂ハウジングにした、魚元気のような印象でもある。あちらも確かトポロジー振動版だったので、魚元気により開放的な雰囲気を感じたい、という人がいるのなら、B80 はかなり良い選択肢になるんじゃないかな。個人的には、魚元気の時点で、開放感という点ではほぼ満点だったけど、これは完全に人の好みなので、低音域を求める人は、LCP 採用の DB2S や、より上位の、反射板などで低音域を調整しているモデルに行くのが良さそう。バックロードホーンなどの密閉型並みに低音の涼感を感じられる仕組みを持ったインナーイヤーはいくつか登場しているものの、本機にはいずれも採用されていないからな。そういった面では、自然なインナーイヤー型とも言えるんだけど、一方で、低価格帯では今年末の新技術である、トポロジー振動板を採用していたりと、かなり面白い過程を経て、最終的な完成ものは、先祖返りのような、クラシックなインナーイヤーのサウンドを試行するようなものになっている。こういう回しくどいイヤホンは、大体聞き込むと、その良さ、というのが見つかっていくもの。NICHECK の低価格帯がまた充実し始めたな。君はどれが好き？といったところで今回はここまで。